石丸伸二さん、とても、注目される政治家の方で、今回都議選に石丸さんの、政党っていうんですかね、政治団体がいろいろ候補出されるようなんですけど、一方でものすごくアンチも多くてですね、やっぱり記者会見の時とかになんかそんな質問の仕方はないだろうとかね、いろいろ厳しい言い方されるんで、そういう言い方はどうなんだっていう、アンチの方もいらっしゃって、僕実は石丸伸二さんに今年お目にかかって対談した時にですね、その、感想を申し上げたら、もう賛成の方もいらっしゃるし反対の方もいらっしゃるし、もう大変だったんですね。いや僕はただ感想を言ってるだけなのに、もう賛成とアンチがもうこうだって、もうわとにかく注目の人だなと思ったんですけど、僕ね実はね石丸さんに限らず、人気のある政治家の秘密が最近分かったんですよ。でそのことをちょっと皆さんにねお伝えしていきたいと思うんですけども、アメリカのトランプ大統領も、ある意味でアンチの方が多くて、その表でトランプさんをしゃべるともうね、移民の方に対する言葉とかジェンダーの言葉に対することとか、トランプさんに反対するアメリカの民主党の方に対する言葉とか非常に激しくて厳しくて。なんていうか、そういうのを見るとやっぱアンチの方がね、アンチトランプの方が出てきちゃうの分かるんですけど、最近実はですね非常に面白い動画がアメリカのネットに上がりました。さあ何かというとですね、あるコメディ番組を、司会しているマーさん、ビル・マーさんっていうのがいて、その方がですね、ホワイトハウスの夕食会に招かれたんですね。でビル・マー Goes to White House っていうタイトルで動画を上げてるんです。で感想を言ってるんです。でアメリカのコメディアンっていうのはもちろん普段は政権批判っていうかトランプさんの批判っていうのをやってるわけですよね。いろいろ面白おかしくトランプさんのことを言ったりとかしてて、ところがそのビル・マーさんが、ホワイトハウスに行っちゃったら、これが、簡単に言うとトランプさんの大ファンになっちゃったんですよ。でこれはなんでお前ちょっと手のひら返しじゃねえかとか、なんかねホワイトハウスに行って美味しいもの食べさせてもらったら、取り込まれちゃったのかみたいな批判は当然わかるんですけど、ビル・マーさんがその中で言ってたのが、トランプいいやつだったって、実際に会ったらいいやつだったって。皆さんこれが実は人気のある政治家になるための絶対条件なんですよ。僕安倍晋三さんがお元気出した時にね、お目にかかったことが何かあって、一応食事もしたことがあるんです。安倍晋三さんもアンチ多かったですよね。安倍さんを支持する方もいらっしゃったし、アンチの方もいらっしゃったんですけど、安倍さんはその食事の時もそうですし、その以外の時にもね、本当に柔らかくていい方なんですよ。僕はねどうも古今東西問わず人気のある政治家というのは、表の顔、表でどんなに厳しいこと言ってたり、炎上するようなこと言ってたり、そういうことがあったとしても、実際に会うといい人だという印象を与える人は選挙で勝つという一般則があるように思うんですよ。でね、僕正直いろんな政治家に思い返ります。与野党問わず、そんなにいい人だって印象を与えない人も正直言います。なんかこの人威張ってるなとか、冷たいなとか、コミュニケーション苦手だなとか、パブリックイメージはいいんだけど、逆に言うと外面はいいんだけど、すごくいいこと言ってるし、なんか立派なこと言ってるんだけど、実際に会うとあれっていう人っているんですよ。誰とは言えないんですけどね。だから石丸伸二さんに戻ると、石丸さん確かにパブリックイメージはなんかこわもてというか厳しいというか、なんていうかな、アンチの方が多いのは分かるんですけど、実際にお話しすると本当にいい人で、イベントだったんですけど、その後石丸さん僕がいた安い焼き鳥屋にも来てくださいましてね。で一緒にしばらく喋ったんですけど、普通にいい兄ちゃんなんですよ。で僕逆に言うとね、そういうこと言うと、なんだお前は石丸さんの政治的な主張とかそういうことじゃなくて、取り込まれちゃったんだなって、正し込まれちゃったんだなっていうふうに言うかもしれませんけど、石丸さんにしろトランプさんにしろ安倍さんにしろ、正し込むからいい政治家なんじゃないですか。
逆に言うと正し込めないような人だったら政治家できないでしょ。だったらね、表の顔も良くすればいいじゃないかというふうに皆さん言うと思うんですよ。そんないい人なんだったら表もいい人だというふうにすればいいじゃないかと、アピールすればいいじゃないかって言うんですけど、これが皆さん、僕は今の我々の民主主義が変えている日本に限らず世界各国、やっぱり大きな矛盾というか、やっぱりおそらく SNS 時代、ソーシャルメディアの時代になった時に、どうも我々はとんがった人、時には厳しいことを言う人、炎上するようなことを言う人にしかやっぱり政治的な注目が集まらない時代に住んでるんじゃないかなと。これを振り返ってみると皆さんそうじゃないですか。橋本徹さんも、僕維新の代表とかされてた時、アンチの方多かったですよね。だけど橋本さんも僕何回かお目にかかってますけど、めっちゃいい人なんですよね。なんか家では奥さんが怖くて、なんか本当怖いみたいですよ、橋本さん。だから家で奥さんが怖くておとなしくしてる分、外であんな破裂するのかなとか思うんですけど、でも橋本さんにしてもそういういい人なんだけど、橋本さんが注目されたのはやっぱり時には厳しい言い方、極論に見えるようなことをおっしゃってたから注目されたわけですよね。そうじゃなかったら橋本さんあれだけ支持集めなかったでしょうし、維新にもそのほど力が集まんなかったと思うんですよね。政治家じゃないんですけど、今はね、堀江貴文なんかもやっぱりそういう意味で言うとイメージが悪いというか、厳しいこと言いますよね。でも俺あいつは本当にいいやつで優しいんですよね。だから堀江貴文の場合にはやっぱり警戒心が強いというか、今までいろんな目に遭ってきてるし、堀江を利用しようとする人も近づいてくるし、なかなか心を開かないところがあるんだと思うんですね。だから僕やっぱりこれ政治家の方ともつながると思うんですけど、なんかナイーブさというか感じやすさ、傷つきやすさっていうのを抱えてる方が政治家としても活躍してる時代なのかなとも思います。やっぱりいろんな意味で、厳しい経験をして、そんな中でやっぱり自分を守るためにというかな、そういうなんか厳しい表現法ってことを身につけてらっしゃって、でもそれが政治の世界でいうとやっぱり時には極論とかそういうものになるんだけど、でもそれが結局有権者の中でもやっぱり厳しい苦しい思いをしている方っていうのはやっぱりいらっしゃると思うんですよね。過去30年間日本成長してないわけですから。だからそういうところでやっぱりこの人だったら自分たちの苦しさとか厳しさを分かってもらえるのかなっていう、そこら辺がひょっとしたら極論を言う政治家が、アメリカでも日本でも人を引きつける理由かもしれませんね。だからおそらくトランプさんも本当はナイーブで傷つきやすい人なのかなっても思うんですよね。だからそういう世の中に今我々生きてるんだってことはやっぱり考えなくちゃいけないのかなって。さあ皆さん、我々はどんな時代に生きてるんでしょう。やっぱり僕選挙を有権者の方ってのは意外とそういう意味で言うと見る目はあるんだと思うんですよ。実はいい人、会うと素敵な人に投票してるという意味でいい人見る目があると思うんですよ。なんだけど、じゃあなんで表は厳しいことを言ったり極論を言ったり炎上するような人に魅力を一方で感じてしまうのか。ここの矛盾は我々みんな考えなくちゃいけないんじゃないかなと。僕は個人的にはね、表でもバランスの取れた優しい配慮のあることを言う人がもっと政治で人気が出てもいいんじゃないかって僕は個人的には思うんですけど、どうもどこの国でもそうなってない。でこれはやっぱりソーシャルメディアの罠なんだろうし、我々がリテラシーとしてやっぱりこれから、高めていかなくちゃいけないところなのかなと思います。いずれにせよですね、島野真二さんそういうわけでめっちゃいい人です。ただやっぱり記者会見の様子とか見てると、いやなんであんな言い方するのかなと。ご本人はある程度計算してやってらっしゃるっておっしゃってましたけど、それ必要なのかな。石丸さんね、必要なんですかね、そういうね。そういうことをしないとやっぱり政治の注目って集まんないんですかね。どういう時代我々に生きてるんですかね。石丸さん今度また焼き鳥屋でも行ってそういう話いろいろしたいですね。そうだ、あと石丸俊二さんは村上春樹がめっちゃ好きなんですよね。その話で盛り上がりましたね。石丸さん、村上春樹の話もまた一緒にしましょう。いや、今おっしゃってた皆さん実際お会いするといい人、それは茂木さんだからいい人。いい質問ですね。それいい質問です。それはとてもいい質問です。
会うといい人だっていう時にそれは茂木さんだからでしょって人によって態度が変わるんじゃないんですかっていう方もいらっしゃいます。それはそういう可能性もあると思うんですね。僕はやっぱり個人的には誰でも態度が変わらない人の方がいいなって思うところもあるんですよ。僕はそういうふうに努めてるんですけど、よく僕がそういうこと言うと言われるのは、いやそれは茂木さんみたいに例えば有名だとか影響力がある人にはそういうふうに優しくして、その一般人に対しては冷たいんじゃないんですかって、言う人いるんですけど、僕でもねちょっと見てるとね、やっぱりそういうことでもないなって、なんかねやっぱりね石破さんとか堀江さんとかああいう立場になるとね、やっぱりいろんな人がアプローチしてくるんですよ。で特に政治家の方にはやっぱりなんか利用しようっていうか、自分に有利な話にしていこうっていう方が集まってくるんですね。本当に政治のなんか集会なんかに行くとですね、ちょっと闇の紳士みたいな方もいらしてるわけですよ。なんかこの方どっから来てんだろうみたいな。やっぱりそういうところにずっといるとやっぱりなんかナイーブじゃいられないんだと思うんですよね。やっぱり僕は脳科学者ですし政治家でもないんで、あんまり僕のことを利用しようってやつはいないんですよ。でも堀江とかだとやっぱり、堀江はベンチャーでお金もたくさん儲けたし影響力もあるし、なんか一丁紙というかうまいことやろうみたいな人も集まってくるんですよね。やっぱりそういう人たちが集まってくるとやっぱり結果としてなんか冷たくしちゃうこともあるのかなって。で逆に言うと僕がやっぱり自分で心がけてることでもあるし、やっぱり僕自身がそういう人だって思うんですけど、僕はやっぱり利害関係とかないんですよね。僕はなんか利益誘導とかそんなも考えたこともないわけですよ。もうこんなぼーっと生きてる人間なんで。だから男は脳科学者でもじゃもじゃでなんかボケてて何も考えてないから、あいつはなんか下心とか含むとこないよなって安心するのかもしれませんね。だから僕に対しては明けっぴろげにいろんなこと話してくれるのかなって。逆に言うと皆さんもねこれねそういうふうに近づいていただきたいなっていうか、ああいう方になんか自分の主張があるのは分かるんですよ。なんか教育こういうふうにした方がいいとか。でもそういうの横から見てるとやっぱりなんかね余裕がないっていうかね、言われてる方もなんか追い詰められたような感じになっちゃうんだよな。あんまり最初からそういうふうにいかなくて、一人の人間としてやっぱり向き合う、そういう、コミュニケーションの仕方っていうのをぜひ心がけていただきたいなというふうに思うところでございます。